こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい宮古島から15分の距離にあるのに神に呼ばれないといけない島、大神島の旅をお届けいたします。行ってみるとありえない奇跡のようなことばかりが起き、まさに神秘の大人の穴場旅行先でした。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。自然の神様に愛された島、大神島は沖縄でも有数のパワースポットが集中する島。宮古島から4キロに位置している人口20人以下の小さな島。静かな島なので南国の自然がありのままに残り、シュノーケリングをすれば素晴らしいサンゴたちに出会えます。朝には朝日を、夕方には夕焼けを、夜には月や星を見たこともないくらい近くに感じることができる、まさに自然に原点を体感できる癒しの島。大神島は地元宮古島市でも自然の神様がいる島と言われているそうです。アクセスは宮古島からは定期船を使ってくることができますが、便数は1日たったの4から5往復。離島の離島なので観光客も少ない島。そんな神秘的な島を一緒に楽しみましょう。ここでチケットを買うんですが、いつから買えるの？まだ20分前から販売いたします。早すぎてもダメなんですね。珍しくギリギリじゃなく早く来すぎました。すみません、チケット買いたいんですけど。はい、往復でチケット買いました。ちょっとね、スーツケースを持っていくか悩んだんですけど、持っていこうと思ったんで、ちょっとその料金もかかります。楽しみですね。はい、ありがとうございます。ちっちゃいしですね。まもなく大神漁港に入港いたします。さあ出てきました。うわ、めっちゃ雨降ってるやん。やべえ、これは。入島料100円ってなってますね。でこれがマップになってますね。こんだけですね。もう今多分ここですね。でこの辺だけ回る感じになるんで、実際1時間もあれば回れるって言ってましたね。でここを僕はあえて泊まってめっちゃディープに過ごしたいと思います。いい感じですね。もうここはね、20名から30名ぐらいしか住んでないってことなんですけど、なんとこの食堂の目の前が中学校なんですね。でもなんかこの中学校とか小学校はもう廃校になってるみたいですね。もう何もないわ。昔はもっと多くの人が住んでたんでしょうね。大神オプユー食堂、島のガイド、売店、民宿。いやいいですね。なかなか素晴らしいですね。ちゃんとタオルとかドライヤーも用意してくれてて、こう鏡もねありますし、いや割と清潔ですね。早速いただきます。まだ4時55分ですけどね。はじめまして。よろしくお願いします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 。つまみはみんなつまんでください。それは崎陽軒のシューマイですね。そうなんですか。僕何も手ぶらでいいですね。大変恐縮です。ありがとうございます。うまっ。このカーキタコ丼っていうのはタコも取れるんですか、この辺で？タコは取れてたけどね。取れなくなったんですか？なんでかというと、みんなシュノーケルする人が増えすぎて、タコが周りからいなくなってしまう。そうなんですか。これか。1500円。安っ。いや僕もじゃあ出しますよ。ボトルおろしました。
眠ってるかもよ。青族の座が眠ってるんですか？らしいですよ。噂に言うとね。噂だけど。そのなんか神が宿るみたいな感じで言ってるのもなんでなんですか？神が宿りで、こういうおばあの神様の行事があるわけね。あ、ここで。そうそう。みんなあったんで、仮渡し国渡し、島尻地区のこういう行事がありました。多分みんなあったはず。ああ、それが、まあ、なくなって、ここは残ってるっていう。そう、去年までずっとやってる。でも今年はできなくなったよ。今年からできなかった。なんでおばあが死んじゃった。やってないの？今年からできなくなった。誰も継ぐ人いなかったの？継げない。誰も継げない。だって平均80歳でしょ。もう一気に人口減る可能性あるじゃないですか。だから一気に、まあ自分らがいるからまだ大丈夫だけど。一番若い人で何歳？自分が57だけど。57の方が一番若いですか？それは。30年したら俺もいないからな。いや、インターネットさえ繋がっては僕も全然ここ住んでます。全然。おい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 、めっちゃ降ってきたやんけ。土砂降りや。でもこんだけ土砂降りが降ったということは明日は晴れるということみたいですね。うまっ。タコの燻製。タコうまいよね。うまい。タコ燻製してるんや。海の色カレー。ああ、もう僕もうまっ。日の出見えるのは日の出。日の出だから見えないでしょ。見えるかもしれない。まさかの何%かの。見に行きますか。でも朝6時もって。旅落ち子投資、読むだけで人生が豊かになる大人のための旅エッセイが出ました。もともとね、旅なんてもう意味がないと思ってたね僕が、旅を通じて価値観が変わって人生が変わっていく、そんなエッセイとガイドになっております。実際の旅程やね、プランニングなんかも載せておりますので、実用度もバッチリです。大人のあなたにこそおすすめの本になっております。ぜひどうぞ。旅で人生が動き出す。おはようございます。今朝のね5時36分です。おお、なんと天気めっちゃ良くなってる。はあ、来ましたね。いい朝日が見れそうですね。最高っすね。道路もねちゃんと整備されてるんですけど、なんか途中までしかできてないみたいですね。この先に岩があるとか。お、またでかいカニが。カニの大きさがでかいですね。ここでかっ。お、でか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 い。カニでかっ。すごいな。あ、ここにもカニがいますね。カニマニアにとってはすごい島ですね。これがお墓ですね。本当に住めそうなぐらい大きい。でこの大きいのはなぜかというと、もともとはなんか棺を納めないといけなかったらしくて、そのためにこういう広さになってるみたいですね。今はそういうことをしてないんで、ここまでの広さは本当は必要ないですけどね。ここも綺麗なね、ビーチというかそういうとこですけど、やっぱ漂着ゴミが多いですね。うわうわうわ、めっちゃ流れてきてる。やっぱそうですね。中国語とか書いてますね。いやー、これが現実ですね。皆さんもここにもしね旅される際はなんか一つでも持って帰るみたいなことをすると、みんながやればなくなるんじゃないですかね。おいおいおい、百合ヶ浜みたいなとこあるやん。与論島の百合ヶ浜みたいなのが出てる。パラオのミルキーウェイみたいな。すごいっすね。
これもっとね潮引いてくると出てくるそうですよ。これは素晴らしい。ここはもうずっと往復されてるんですか？毎日1時間半。僕より健康的やな。上手だから昨日飛び出ている岩が雨が出る。あ、亀出てくるんですか？海が出る。あ、海が。満潮の時ね。あれ、アダン？あだ、いた時は食べ物がないからよく食べてた。美味しくない？ここも美しいですね。なんかいろんな島行きましたけども、こういう景色はあんまり見てない気がするな。ああ、これはいいね。なんでこれは水をここに取り入れるようにしたんやろう。ここも綺麗ですね。本土だったらここだけでも景勝地になりそうな、そんな場所ですね。でもこの島では名もなき場所ですね。ああ、この岩もすごいですね。でこの辺は満潮になるとウミガメもやってくると。ああ、透明度もすごいな。今日シュノーケル楽しみやな。すごい、ここなんかめっちゃ岩が崩れ落ちてる。ここの先もね、道路をなんか作ろうとして、この岩がどうしても邪魔でなんか崩そうとしたらしいんですけど、なんかまあ死者が出たりしたみたいで、それは神のたたりだということで取りやめになったみたいな話もあるそうですよ。大潮の時はここあるみたいになるよ。へえ、全部陸みたいになるみたいですね、大潮の時は。折れそうっすね。この下っ側がね細くなってますけど、あの3つ目だけ細くなってないじゃないですか。あれポキッと折れて落ちたみたいですね。だからこれももうだいぶ細くなってるんで折れそうっすね。ここ神様いるの？あお金が置いてあってそうそう神、様お酒が置いてあってよ。そうそうそう。ここはね、今も1年に1回ここで5、6名集まって、へえ。昔はブスクベって向こうの出稼ぎ、うん。だからお父さんなんかも出稼ぎ行って15日とこって向こうで漁をしてそれをお金に変えて書いてくれるんだ戻ってきてたんですよ。そういう感謝の気持ち、安全公開をしてて向こうでみんなお祈りしていた。それで今はもうでここでお祈りしてここから向こうに感謝の気持ちを伝えて向こうの神様だからここも神様の通る道だから割りなさいって言って神様が怒ってるって言ってこっちは割ったの。ああ、札がここ割れてるんですか。そうああ、なるほど、なるほど。後からはへえ、これが神様の通り道。なるほどな。ちょうどこっから飛んで回るこうつながってるんですとね。思うけどまあでも一応不思議なね字を塞ぐなってなるほど。神様の石。へえ、9つあるんですか。顔みたいから前の方にねへえ、これも神様の石みたいですね。よかった、たまたま現地の方と出会えていろいろ聞けるからこんなことがね分かるんですね。運がいい。しかもウォーキングも強制的にすることになり健康的だ。あの岩も神様の石。そうこれも神様の石。そうみたいの上にある石でしょ。ん、どこどこどこ。一番てっぺんにあれは石一番てっぺんも神様の石と。もう一つはここのあっちの木がこう下の方で盛り上がっている部分があるでしょ。これあは石に生えているわけ。あ、はい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 は大壁からは石は持っていかない。まあかかる人にはかかるかもしれない。来た時呪いがいっぱいいたよ。呪いがちょっとやめてそういや人により記事だからね。こればっかりは何とも言わない。呪いは。い。何あれ。え詐欺。おあ、これがいっぱい来るよね。はい、ここはなんかそのイベントみたいなのあるんですか。ここは海だったわけよ。海？海？あっちの絶壁の下まで。そうなんや。そうずーっと、ね。もともとは。もともと海だから池もわしを根っこ
ね、柱の部分掘るから、はい。全部、あ、埋め立てなんですかここ。埋め立てたら、あ、そうなんや。魚がいっぱいいるところだったのへで、亀もいっえ。ぱい向こうら辺でも産卵するところだったけど、あ、そうなんや。来てみたら僕たちも沖縄にいるから気づかんうちあ、に気づかんうちにここができてたんですか。橋を作ってるので、は埋め立てて、あったから埋め立てて半分汚かったわけよ。みんな汚いのもここに持ってきておいあ。た。あ役所にお願いして、あんたなんかこんなに人の島を汚くしてまずいんじゃないって言って怒ったから講演してくれた。なるほどな。いやー、考えさせられますね。池間大橋を作るのに削った分ここに持ってきたってこと。あんなね観光スポットみたいになってるけど、多目的広場。ああ、本当や、海岸を埋め立てて作った。こんな感じだったわけ。ああ、ここまで。はいここはこの斜めの部分があの感じだった。なるほどな。あ、歌木があるんですかここここ。は行けない。でもう行けなくなってる。行けないってもう行っちゃダメってこと行っちゃダメっていう。ああ、そういうことか。おお、大神にゃんこいるじゃないですか。今そのおばあさんはあと何人ぐらいいらっしゃるんですか。5人か。あ、5人ですか。でみんなご高齢なんですか。みんな90歳以上あ、もう90歳以上になってるんですか。ああ、それやったら本当にもオスが去年マスクだったよ。うなんかそれで行事がなんかできなくそうそう。なったみたいな。ごめんの中で誰が仕切るか。壁の人だからもう難しいのよ。ああ、私はタッチしないわけ。なるほど。おばあたちも社会はいはい。はあるから。ああ、そういう感じなんですね。ここにユタっているの？いないからそういうところに行って習ってくるわあ、宮古島にいるん。へけ。ユタのところへ。え。やりたい人持っても神様が選ばってできる。神行事に携わる人。自分の家内もそうだけど。僕の家内はもうみんな声は聞く。あ、そう。会話して。やった、カートに乗せてもらえる。おお、ありがとうございまありがす。とうございます。この木でタコ、そうこもだけど。タコを燻製するんや。あ、昨日食べたやつか。あり僕はこうやってやる。がとうございます。おはようございます。家に上がり込んで。いただきます。うん。豆腐がめっちゃ入ってる。卵焼きもお父さんが料理してるんですか。すごいな。80歳やのにすごいやん。ちょっと希望を持てますね。僕も80歳になってもあれぐらいやれるっす。いやでも本当におばあさんがそのもう5人しかいなくて90歳以上ということはもう本当この 5年以内ぐらいの話っすよね。いや初めてですね。僕なんか奄美で与論島って言って50人の島行った時もちょっとそういう存続どうなんやろうと思ってたけど、でもまだそこは子供も5人ぐらいいて一応学校もまだ稼働してるんですよ。ここはもうね学校も潰れてるしもうほんとやばいっすね。下手したらもう5年以内みたいな話っす。いや全然もう景色が違いますね。昨日と美しい。昨日の夜とね朝はほとんど人がいなかったんですけども、やっぱり船が来るたびに人が増えてきてますね。1便でもう30人ぐらい来たんで2便ではもっと来るかもしれないですね。僕が帰ろうと思ってる1時の便はもしかしたらいっぱいで乗れなくなる可能性も出てきましたね。やっぱり宮古島バブルからこう日帰りで来る人は結構いるみたいですね。でもやっぱね朝の一人の時間とかめちゃくちゃ良かったんで泊まりおすすめですよ。うわめっちゃ綺麗やな。半端ないやんこれ。いやー昨日はねあんなに土砂降りの雨やったのに見違えますね。最高です。ここコミュニティセンターってなってますよ。何これ魚雷
こうやってサンゴが積まれてるところもあるんですね。でこの島もサンゴが隆起してできた島になるので、なんかやっぱ水が取りづらいし、今水道水で出る水もやっぱ石灰が混じってるんでウォシュレットとかはやっぱできないですよね。でここはねやっぱ神の島ということで、基本的に神の場所っていうのは撮影もダメなんですけど、どこが神の島かっていうことすら教えてもらえないんですよ。それを言っちゃうと、そこに行く人は増えるからということみたいですね。であとはドローン撮影なんかも禁止してると。やっぱりこう空中に上がって神の領域が見えちゃうと良くないということで、ドローン撮影も禁止となっております。はい、これ塩見台入り口行きます。鎮座する巨石は、奇跡の岩であり、なんかいろいろ書いてます。上に行ってから行きましょう。すでに誰かが行ってるな。この階段もかなりちょっと手作り感があって気になんでね、いつ崩れるか分かんない。この上まで上がれるのも今だけかもしれません。すごい。観光客は結構いるかも。めっちゃ観光客いる。めっちゃ観光客がいつまでたっても観光客がいなくならないんで撤収しました。時間がないです。おー、めっちゃ綺麗。何人かね泳いでますけど、すげえキラキラやな。ちゃんとこのマスクだけは持ってきてるんで、ちょっと足ひれがねないので、はい、でも完全武装でいます。ちょっと滑らないように気をつけて。おお、冷てー。おお、気持ちいい。いい感じですね。めっちゃ透明度高い。昨日あんだけ雨降ってたのにこの透明度やったら、最高の時やったら本当にいいと思います。冷て。では行ってみましょうかね。それではここからはね、音楽も消しますので、実際に自分が泳いでみた気分でご覧くださいませ。この辺りからね、青いサンゴ礁が見えてまいります。いや本当にね、素晴らしい景色なんで、ここからはじっくりとその景色をお楽しみくださいませ。
こに入れるみたいですよ。おお、綺麗ですね。今11時40分ですね。はい、あと1時間半ぐらいですかね。で帰ることになりますけど、あれが池間大橋ですね。でも池間大橋を作った、せいでというかね、それで、ここの島の面積やらが変わり、潮の状況も変わったと。ここの半端ないな、この綺麗さ。美しい。現地の人が言うには、この辺りに亀が出てくるということで、亀が出てきたら一緒に泳ぎたいですね。うわー、岩の間とか通りた。ウミガメはどこにいるんですかね。もうそろそろ出てきてもいいと思うんですけどね、なかなか出てきませんね。しかし美しい。自分が神に降臨したかのようなね、そんな空気すら、感じさせますね。でここからね泳ぐこともできるかもしれませんけども、絶対ここ滑るやつやんけ。絶対40代のおっさんは怪我するやつですね。これはやばいですよ、半端ないなこれは。ここに階段がありますが、これはなんか本当に大潮の時年に数回しか通れない道みたいですね。宮古そばいただきます。うまみシーンを追加しました。いただきます。ラーメンに近い味付けなのかな。でも今青いサンゴが残ってるとこって日本でもあんまりないですよね。僕いろいろ島回ってるけど、あそこまで青いのは見たことがないかも。畑みたいに、はい、ブルーならブルー、紫なら紫って集会で ありましたよ、はい、だけどなんか緑もありますね。緑、はい、こういうのあったんだけど、これが全滅し、やっぱ日本各地で全滅していってるんですかね。やっぱそれはその温暖化やったりとかですか。台風が来ない時がうねりがあって、掃除しないとよ。泥がつくと、ダメ。なんかやっぱ台風があった方がいいって聞きますね。いかがでしたでしょうか。大神島、神の島と言われる島、皆様にはどのように映ったでしょうか。昨日はね、本当に信じられないぐらい雨がね降ってて、どうなることかと思いましたが、終わってみればやはり最高の島でしたね。そしてすごく考えさせられる島でした。やっぱ人口が18人、ホームページではねまだ30人とか20人台みたいなことを書いてますけど、実際に現地の人に聞くともう18人と、平均年齢がなんと80歳。そしてここの、神の行事をする一番上の方ももう亡くなってしまって、その神の行事も今年からできないと。そしてそれを継承しているというか、それをやってるおばあ様方も今5人いらっしゃって、全員90歳以上
よと、どういう表現をしたらいいかわからないですけど、本当にこの島が無人島になる可能性がもう本当に具体的に見えてる、そんな島だなと思いました。それなのになくしてはいけない、そういう空気を持った島で、これからねどういう風に移住者を受け入れていくとかね、おばあさん5人がいる間はそのやっぱ神の行事とかもあって、なかなか移住者の方を受け入れられないみたいな話になってるみたいなんですけど、そうは言ってられない状況でもありますので、これからどうなるか僕も見届けたいなと思います。そしてね、観光客はやっぱり宮古島がバブルになってることですごくたくさんの方がね来てらっしゃるんですけど、実際そしたらここに何かこうプラスになってるのかというと、正直僕はあまりなってないんじゃないかなと思うんですよ。これは僕が感じたことなんで間違ってるかもしれないですけど、実際に船の料金払って、船代で多少利益が出てると仮定して、そこでの利益と、ここに来島した時に100円来島の時にお金払ったと思うんですけど、そのお金しか基本的にお金を落としてないので、もうちょっとなんかね、来たからにはなんかお金を落とすとか、必ず落ちてるゴミを持って帰ってくださいとか、なんかそういったね、せっかく観光客が増えてることをプラスにしてほしいなっていう感じはしましたね。このままでは本当に誰もいない島にただただ観光客が来て見てみたいな、誰がここメンテするねんみたいな感じになりかねないかなっていうふうにちょっと思いました。あと一つ学べたことは、これは旅は自己投資としてね学べたことは、真面目に話すと、やっぱりね、ああいう雨が降ったりするともう最悪やみたいなね感じで思いがちなんですけど、これも捉え方次第かなと思ってて、何か自分の人生で大雨が降るようなね悪いことがあった時に、なんで私はいつもこういう時にこうなるんやみたいな風に考えるのか、次の日良くなるから、その演出だなみたいな、そのためのちょっとこう試練だなみたいな感じで考えるのと、大きく捉え方変わってくると思うんですよ。で、僕は昨日の雨は明日多分晴れるからドラマティックになるなってずっと思ってました。そうなったら結果的にこういう風に晴れになると。でこれでもしかしたらまた雨になるかもしれないですよ。それは実際そうなるかもしれないですけど、そうなったらそうなったでまた違う方向で前向きに考えればいいと思いますし、やっぱ何事もねこう前向きに考えることが大事だなと思いました。僕も今日で自分のね会社が10年目に突入ということで、その10年目の記念する日をこの大神島で迎えられたことをすごく嬉しく思いますし、今日はなんとすごいいい日が重なってる、大安とかね、なんとか流日みたいなあるじゃないですか、なんとか何枚倍日みたいな、ちょっと全然忘れましたけど、それとかね、沖縄の独立記念日とかも重なってて、もういろんないい日が重なってて、そんなん別に狙ってきたわけじゃないですけど、偶然こういうことが起こるのもやっぱり普段こう前向きに考えてたりすることが非常に大事なのかなと思います。本当に最高の島でしたね。地元の方にいろいろお話伺ったりとかしてね。でやっぱ宿泊いいっすね。宿泊しなかったらやっぱり観光客がいっぱい来る間しかやっぱここに滞在できないですし、朝日を見たりとか早朝の散歩とかがめっちゃ良かったです。誰もいないし、カニとかもこういろいろね動いてたりとかしておすすめです。ぜひね、ちょっと宿泊は2組しかねできないですけど、なんとかそこの枠をゲットして泊まってみてほしいですね。いや最高でした。それとあと1個、もう船が行ってしまったな。僕が青いサンゴを見たとこがちょうどね、なんかシュノーケリングツアーで行ってるとこまで僕泳いでたみたいで、だから自力でも行けなくはない。そのシュノーケリングツアーに申し込まなくても自力で行けなくはないんですけど、結構しんどかったです。結構体力を使いました。だからやっぱり泳ぎがそんなに得意じゃない人はやっぱシュノーケリングツアーに頼んで、青いサンゴその目で見てもらえたらなと思います。あれですね、辺りですね。あの辺り、全然行けなくはなかったですし、素晴らしい。あそこら辺泳いでる人いますね。それにしてもね、素晴らしい漁港です。素晴らしい。かき氷いっちゃいましょう。めっちゃいる。ありがとうございます。いやもう時間がね余って何もすることなかったんで、かき氷頼みました。でかき氷頼むともうあと20分しかないっていう、やべえみたいな。いただきます。最高。ありがとう。僕食堂。いや本当にね、大神島、今まで行った島の中でもね、本当に特別な、なんか独特な空気を持った島です。僕がね、次に来るとき、まだ存続、いや、さらに発展していることを祈って、今回のね、大神島の旅を終わりたいと思います。
はい、ついにですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ。完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞ。インスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのに着るリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で、対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでね、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていけます。リュックとか背負ったらスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。